様ごきげんよう。マダムフォルトナハイバーブレーションリーディングへようこそ。マダムフォルトナです。今日はあなたが気になるお相手についてリーディングしていきたいと思います。では選択肢をお選びください。いつものように左から A、B、C です。はい、では A さんのリーディングを始めていきたいと思います。では最初の2枚でね、彼はどんな方なのかを見ていきたいと思います。はーい、ブレイクスルー。はい、まさに輝こうとしているということで、そうですね。まずこちらから行きましょうか。努力家の方ですね。真面目でコツコツ型。真面目で努力家っていうと地味な感じに見えるんですけれども、キラッと光るね、ものを持っていらっしゃる方。そういう意味において、とても高いスキルを持っていらっしゃる。そして、業績とかね、成績がとても良い方だと思います。研究職に向いていらっしゃる。あとね、高学歴の方。学者肌というか、何か一つ気になることがあると、とことんまで追求される方、調べる方、そんな感じがいたしますね。はい。そして、やはりこちらもそうなんですけれども、
やっぱりその能力とかスキルが認められて、出世していらっしゃる方、そして現状をね、突破する力を持っていらっしゃる。アイデア力もとてもある方ですね。奇想天外なアイデアを出すという意味において、時代のね、最先端、あるいは時代の寵児になりやすい。そして、どちらかというと、障害がある方が燃えるタイプっていう感じでしょうかね。どんな困難な状況であったとしても、何としてでも攻略するっていうね、そういう感じがいたします。はい、ではそんな彼が恋愛に対して求めていらっしゃること、そしてどういった態度を取るかっていうのをこちらの2枚で見ていきたいと思います。はい。ニューラブですね。はい、こちら、自分に正直でいるということで、そうですね、新しい恋愛を求めていらっしゃる、そんな感じがいたしますね。そして、とてもロマンティックな方、情熱的、そして、繊細な方だと思います。あとね、とても愛されたいタイプ、そんな感じがいたしますね。で、こちらもそうなんですけれども、自分をね、こう抱きしめるようなポーズをとっていらっしゃいますよね。なので、恋愛に対しては、お仕事と違って奥手な方だと思いますね。とても純粋な方で、恋愛や人間関係に対してもとても生真面目な方ですね。それと同時にお相手にも真剣なお付き合いを求める方。そうですね。最初に奥手と言いましたけれども、行きたくてもなかなか自分からこうきっかけがつかめないっていう感じでしょうかね。なので、遠くから見つめているというか、何かと理由をつけて会いに来る、あるいは話しかけてくるといった場合は、その方が好きなお相手っていう感じになると思いますよ。なので、視線を感じてね、パッと顔を上げた時に彼と目が合ったら、もう間違いなく彼はあなたに気があるということですね。では、そんな彼と、距離を詰めるためには、あなたがどうしたらいいかっていうのをこちらの2枚で見ていきたいと思います。はーい。ゴーゴーって感じですね。はい。はい。ということで、そうですね。ちょっと奥手な彼ですから、あなたの方から積極的なね、アプローチをなさった方がいいかと思います。お相手をね、待っていてもなかなかこう手を出してこない、そんな感じがしますのでね。はい。あとですね、彼はちょっと甘えん坊なところがあると思うんですよね。お仕事をしている時と全然違って、意外な一面を見せてくると思うんですよね。お仕事に全精力を傾けるタイプの方だと思うので、プライベートでは本当にリラックスしたいっていうことを望んでいらっしゃると思うんですよね。なので、そうですね、あなたが優しくお相手を包み込むっていうことをちょっと意識なさって、デートをね、計画するとかって言っても、彼はなかなかできない方だと思うので、新しいお店できたから一緒に行ってみませんかみたいな感じで、あなたの方からちょっと優しくね、リードをしてあげると、とても彼はね、喜ぶのではないかなと思いました。はい。では、これにて A さんのリーディングを終わりたいと思います。ありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタンとチャンネル登録で応援していただけるとありがたいです。では、またお会いしましょうね。ごきげんよう。はい。それでは B さんのリーディングをしていきたいと思います。まずね、最初の2枚で一体どんな方なのか見ていきたいと思います。はい。ジャガーですね。はい。キツツキさんですね。はい、そうですね。まずこちらのジャガーから見ていきましょう。かっこよくってスタイリッシュな方なんでしょうね。独立独歩の方、起業家の方、
とても洗練されてスマートな方ですね。そして頭も良い方ですし、そうですね、お家とか車とか時計、そういったものに、こだわりを持っていらっしゃる方ですね。なので、車だとスポーツカーか SUV タイプを乗っていらっしゃる。例えばもうポルシェだったら911やカイエン、そういった車を好むのではないかなと思いますね。で、ミステリアスな方で、なかなか自分の本音を見せてくれないっていう感じですね。だから、お知り合いはたくさんいらっしゃると思うんですけれども、いわゆる親友と言われる方は非常に少ない方だと思います。そして人とのお付き合いをね、とても狭い代わりに深いお付き合いをなされる、そんな方だと思います。はい。で、こちらなんですけれども、成功していらっしゃるという感じなので、例えば企業に勤めていらっしゃっても、歩合制で働くというのが性に合っている方、自分が努力した分だけリターンがあるということを非常に好まれる方だと思うんですよね。で、そういう意味でやっぱりチャンスを逃さない方ですし、チャンスがなければ自らその機会を作っていくっていうね、すごいバイタリティのある方だと思います。そういう意味においてとても意志の強い方、粘り強い方でもありますね。自分の力で道を開拓するタイプ。どんなことでも成功するっていうタイプだと思います。で、そういうね、気質がやっぱり上の方から認められるし、で、どんな分野でも成功するタイプの方ですね。で、そういった意味において、起業家の方、あるいは社長とかね、そういった方からとても気に入られるタイプの方だと思います。はい。では次に、この方が恋愛に対して求めていること、あるいは恋愛に対してどういった態度を取るかということを、こちらの2枚で見ていきたいと思います。はい。過去生からの関係。こちらがパーフェクトタイミングですね。なかなかスピリチュアルなカードが出ましたね。そうですね。まずこちら側なんですけれども、彼はちょっとそういったスピリチュアルなことに目覚めていらっしゃる方なのかもしれません。海外のね、起業家の方なんて結構ヨガをしたり、マインドセットについて深く学んでいらっしゃる方多いんですよね。だからそういった意味において、意識的、あるいは潜在的にソウルメイトを求めている。そんな感じがいたしますね。で、なぜソウルメイトを求めているかというと、心から自分を理解し、自分の孤独を埋めてくれる、あるいは癒してくれる、そういったお相手を求めているのだと思います。だから、やっぱりね、お仕事ではすごい頑張っていらっしゃる方なので、そうですね、そういう意味においては、やっぱりストレスの多い方だと思うんですよね。だから、恋愛において相手と駆け引きしたり、あるいは気を使ったり、そういったことをしたくないというか、そういうことに時間割きたくないっていう感じなんでしょうね。で、こちらがね、タイミングを大切にするっていうことなんですけれども、そうですね、やっぱり運命の出会いを信じている、あるいは待っている、そんな感じがいたしますね。で、そういう意味においては、直感で恋愛をするタイプですね。だから、お友達から始めましょうというタイプではない。一目惚れタイプだと思います。で、好きな女性のタイプは、ちょっとこういった感じでね、センシュアルで女性の大人の魅力を持った方、そういった方がタイプだと思います。はい。やっぱりこの方とってもね、かっこいい方だと思いますよ。だから女性にもとてもモテるタイプだと思うんだけれども、そういったことにね、流されないタイプだと思います。自分が愛したいタイプの方だと思うんですよね。はい。では、最後ね、こちら、
そんな彼とね、仲良くなるために、あなたはどうしたらいいかっていうね、アドバイスをこちらで取っております。はーい。ご自分のハートに従いましょうということ。そして、願望を持ちましょうということなので、そうですね、先ほども言いましたけれども、この彼ね、とってもモテる方だと思うんですよね。だけれども、やっぱりこう、なんて言うんでしょうかね。自分の地位とかね、あるいはこう、持ち物とか、そういったものに寄ってくる方っていうのは避けていらっしゃると思います。で、そういったところはね、女性が自分のどこを見て、寄ってきているかっていうのはやっぱり直感的に分かっていらっしゃる方だと思うんですよね。なので、あなたご自身も自分の心に従って行動をするっていうことを心がけていただきたいんですよね。計算とか駆け引きをしてはこの方にはダメですね。相手に見破られるし、それをやってしまうともう惹かれるっていう感じですね。はい。そしてこちら、願いを持つ、願望を持つっていうことなんですけれども、この方もね、結構タイミングを大切にされる、そして運命の出会いをね、待っていらっしゃる方なので、そうですね。あなたご自身もこの方と心からお付き合いしたいということをまず望むっていうことですね。そして彼とタイミングよく出会うっていうことを願いとして宇宙に投げかけといてください。というのも、もうそのタイミングとかっていうのはね、人間の力で、あるいは努力でどうこうできる問題ではないんですよね。だからここだけは本当に神頼みというか、宇宙に投げかけて、彼とご縁があるんでしたら、最後のタイミングでね、出会わしてほしいっていうことを願っていただくのが一番いいかなと思いました。はい。ではこれにて B さんのリーディングを終わりたいと思います。ありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタンとチャンネル登録で応援していただけるとありがたいです。ではまたお会いしましょうね。ごきげんよう。はい、それでは C さんのリーディングを行っていきたいと思います。実は編集しておりました時に C さんだけ撮れてないということに気がつきまして、こちらは別日に撮っております。はい、ではまず最初に、この方がどういう方なのかというのをこちらのね、2枚で見ていきたいと思います。はい、フェニックスですね。で、こちらがスワンです。制約取りませんのでね。はい、ではこちらから行きましょうか。とても派手で目立つ方、華やかな方ですね。で、とてもオーラも大きくって、誰が見てもすごいオーラがあるなって感じる方だと思います。そして人より頭一つ抜きん出ている方。とても優秀な方だと思います。で、こちらね、変容と書いているんですけれども、どこにいても何を指しても臨機応変に対応できるだけでなく、そこのトップになるという方ですね。うん。で、こちらがそうなんですけれども、努力を惜しまない方ですね。うん。そして、とても情熱的な方、熱い方、何事も一生懸命にやる方だと思います。はい。で、こちらがブラックスワンなんですけれども、とても華やかで、目立つ方なので、順風満帆なね、人生を送ってこられたかというと、実はそうではなくって、下積み経験をなさっている方、そこは人に見せないんですけれども、様々な苦労というものを経験していらっしゃって、乗り越えてきていらっしゃる方ですよね。うん、だからこそとても柔軟な方なんだと思います。そして、様々なスキルも持っていらっしゃると思いますね。そして、下積み時代に人のね、闇というか、人の裏側もしっかり見ていらっしゃる方なので、人の扱いも非常にお上手な方だと思います。で、今も、
人には見せないんだけれども、努力を続けていらっしゃって、何事も労を惜しまない方だと思います。はい。では、そんな彼がね、恋愛に対してどんな、態度をとり、何を求めているのかっていうのをこちらの2枚で見ていきたいと思います。はい。How to have conversation. そして、time to go. はい。ということで、こちらね、心からの会話ということなんですけれども、そうですね、本当にそのまんまで、心からの会話というのをとても大切にされている方で、お相手が話している姿、話している内容、そういったことから、もちろん嘘を言っているか、ごまかしているかっていうこともすぐ分かっていらっしゃるし、ほぼ相手を読み切る方、どんな方かっていうことも会話から大体分かられる方だと思います。なので、恋愛においても会話とかフィーリングが合うかどうかっていうことがとても大きなポイントになっていらっしゃる方だと思います。そしてこちらなんですけれども、もうビューッとね、走っていってるっていうような感じがするんですけれども、いいなと思えば、すぐに自分からアクションを起こす方です。で、どちらかというと、自分が相手を追う恋愛をしたい方なので、逆にね、相手から来られると冷めるタイプの方だと思いますね。うん。そういう意味において、とても、男らしい方だと思うんですよね。なので、女性は男性がリードするもの、そして男性が守るものだというふうに思っていらっしゃる。そういう意味において、ちょっと古風な恋愛の価値観を持っていらっしゃるかもしれませんね。はい。では、そんな彼と、距離を詰めるためには、あなたがどうしたらいいかというのをこちらの2枚で見ていきたいと思います。はい、こちらですね。こちらもスワン出ましたね。はい、こちらですね。はい。こちらなんですけれども、常に真実を話しましょうということなんですよね。やはり会話でね、相手を読み切る方なので、この方に対してごまかしとか隠し事は絶対ダメですね。ね、たとえ相手と駆け引きしようとか、やきもちを焼かせようと思って、ちょっとこうぼやかした感じで曖昧なことを言ったりすると、相手がこう冷めちゃう方ですね。で、さっと引きます。で、この方は引きも早いですね。さっと引いてね、もう次の方へ、気持ちをパッと切り替えていっちゃう方なので、そういったことはタブーですね。はい。そして、この方は、本当にフィーリングっていうものも大切になされる方ですので、あなたはご自身も、いつもニコニコ穏やかで、そしてこんな感じでね、のんびりほっこりする、というね、そういった雰囲気を醸し出していらっしゃると、相手の目に留まりやすいと思います。そして、こちら、どちらも見ていたら、こちら太陽と虹が出ててね、こちらも太陽が出ていますでしょ。とても陽の気を好まれる方なので、常にご自分でも意識して陽の気を発するようにしていただきたいと思います。陽の気を発するっていうのはどういうことかというと、もういつもニコニコご機嫌でいるっていうことだと思うんですよね。で、決して誰かの悪口を言ったりしないというね、不平不満を言ったりしないということで、いつもニコニコのんびり穏やかにしていらっしゃる方って、誰かのね、悪口を言ったり、そんな意地悪をしたりっていうようなことは想像つきませんもんね。はい。そして、この方が好きなタイプというのは、イメージ的にこんな感じだと思うんですよね。そうですね。お日様にたくさん当てられた、ふわふわのお布団っていう感じでしょうかね。もう暖かくってふわふわで、で、包まれると、一緒にいると、ほっこりして、そして心地よいっていう、そういっ
た雰囲気を好まれると思いますので、あなたご自身もそういったことを目指していただきたいなと思います。あとね、会話を大切にされる方なので、彼が好きそうなこととか、趣味なんかをリサーチして、そのことをちょっとお勉強して、彼とそういったね、お話ができるようになさっても良いかもしれません。いずれにしてもね、彼の方からやってきますので、やってくるまでちょっと自分からは行かずに、情報収集と自分のね、エナジーをように整えるということをなさっていらっしゃったらいいのかなと思いました。はい、ではこれにて C さんのリーディングを終わりたいと思います。ありがとうございました。最後までご覧くださりありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。